24時間空いてました。はい、どうぞいらっしゃいませ。野菜も食べや。食べるよ。はい。めっちゃ美味しそう。3時間ぐらい煮込んでガラだけ取ってこのスープで味噌と合わせる。部位ごとに切り方変えられるんですか？柔らかいところと硬いところをこう混ぜながら使用してますね。ついとる煮物の出汁です。いろんなものに使われる。いろんなものに使われる。自分の食事やでね。内田さんはいつぐらいからお店の方に？そうですね、2年前からですかね。前は本当もう普通のサラリーマンをしていて、母と父にサラリーマンでいてくれって言われて、なかなかこう継ぐタイミングがなかったんですけど、父が体調を崩して寿命が少ないですよって言われた時に母にお願いして継ぐっていう話になったんですけど、はい。お子さんが継ぐとなった時ってどういう、迷いました。もう私の代でやめとこうという腹がくくっとったもんで、今でも不安です。どういう方だったんですか？いやー、親父はでも頑固で無口で商売にはちょっと向かないんじゃないかなっていうタイプでしたね。
はいおじいさんが電気屋さんだったので食堂に変わって親父に継いでったんで。創業当時から24時間営業だったんですか？そうですそうですね。はいそうなんです24時間営業はしてましたね。今9時閉店なんですけど、それでも1日やってると結構肉体的にしんどいので、やっぱり24時間するっていうのは父はすごいなと思いますね、やっぱり。骨がない方をたった揚げにして、これはタコ2枚。いい感じね。時々こうやって差し入れがあるんですよ。そうやな。骨があるのはこれ。このフライパンはでも創業当時から60年以上。これももう何十年ってことね。いやすごいですね。もうそんなに形が変わるものなんですね。弟さんがいらっしゃった時から働いてるんですか？私の主人が亡くなってから手伝いに入ってもらった。まだ4年ぐらいやな。あ、そうなんですね。これだけイワシが1匹2匹。溶かすっていうのがついてた。電気つけてきたって。うん。明日の弁当。いつでも。一緒に炊くの？一緒というか別々に炊いて、う出してください。いい感じ。いいと思います。
肉やええんやな。で、わらびも。10キロずつ袋に入っとったん？いらん、いらん。いやねだ。100円かける6かけるわけやろ。じゃあこういう一品料理っておいくらなんですか？お皿によってこちらに何がいくらって大体把握しとるので。お皿で違うんですね。お皿で違います。へー250円から300円のものが一番多い。はい、いらっしゃい。本当に。おはようございます。高尾さんどう？まだあかん。お犬もおるやろよけ。何匹？犬は2匹だけやんか。2匹？今漫画の本書いてるもんでね。あ、そうですか。ほんで見終わったら持ってくるもんだから。じゃあ週に何回かいらっしゃるんですね。ええ、来てますね。冷蔵庫入らへん。モザイク。ありがとうございました。ありがとさっきの麺の方とは長いお付き合いなんですか？う。もう長いですね。堀製麺さんね、長いですね。やっぱりあそこの麺が美味しいので。これ見えてるの。大体ねこれ。あんなと思うと思うさ。行ってるまだ。行ってる350円の方がいいです。はい、ありがとうございました。何時頃行くの昼間あんな、はいどうも。はい。はい。すごい。大きいサイズ。大きいな。はい、どうぞいらっしゃいませ。たけのこ。
目玉焼き目玉焼き、目玉焼き焼く、はい焼いてくれる。はい、目玉焼きやそう、これ味噌といでくれる？このお客さんはね具なしなんですよ。常連さんの好みを熟知してます。そうですそうですね、はい。目玉焼きちょっと待ってね。生卵いる？はい。マヨネーズ置いとこうね。神谷食堂さんよく来られるんですか？毎日来たい。毎日ぐらい。ありがとうございます。鋼の会社ですので、愛知製鋼。いえ、今は鋼だけじゃなく。牛ホルト、牛ホルト、牛ホルトから。はい。うどんは2つよろしいですか？ニンニクはどうされますか？だいたいスプーンに1杯で。やるであかんか。集中して。はい、いらっしゃいませ。もうこれ切らなあかんの？ないみたい。どいて。ないみたい。はい、大中小中ご飯。お味いかがですか？美味しいですね。神谷食堂さん初めて来られるんですか？初めて来ました。お味いかがですか？美味しいです。すいません、豚肉とホルモンのみたいけどですね。また湯気が出てきたらかき混ぜてください。はい、どうぞ。ホルモンのみたいけどですね。また湯気が出てきたら。そうです。はい。生卵です。はい。
はい。豚ホルモン入りと肉入りの2人前ってことですかね。はいはい、ミックスですね。やっぱそうやって頼まれる方が方多いです。どうしようかなと迷われると、ミックスどうですかっておすすめするのが一番多いです。なるほど。1品目の中から選んでいただくことができるんです。昔からそういったやり方なんですね。はい。じゃあご主人と50年近くご一緒されてたんですね。24時間空いてました。あ、そうですよね。お父さんが夜やって、私が昼やって。あ、そうなんですか。24時間空いてました。結構長いんですか、働かれて。1年ぐらいです。あ、へえ。私は普通に求人で募集で入ったんで、はい。親戚とかじゃないので、すごいいい関係でお仕事されてるなと思って楽しいっすか？友達みたいなのね。楽しそうでしょ、この子が一番今までで若い。それってでも娘さんぐらいのご年齢ですか？そう年齢、うちの娘がよく見たね、一緒ぐらいな。従業員の方にすごく感謝してるので、どうしても母と2人だと到底お店が回っていかないので、従業員の方に感謝しながら日々やっていきたいなと思います。テイクアウトですね。ビールだけでいい。そんなこと言うか？そんなこと言うか？これでいいや。ここ居座ってしまう。居座ってしまう。居座ってましたんで。1億した。はいはい、ありがとう。1億円。頂戴しますわ、1億円。はい、ありがとう。はい、気をつけて。またまだ最後はもうちょこっといっぱいありました。全然ちょっとご飯と生卵焼きましょうか。焼くっていうか目玉焼きにパタンと焼く。珍しい。誰が珍しいもん持ってる。はい。仕掛けて。はい、お待たせしました。来られるんですか、こちらのお店には。週一やね。前から知っとったけど。飲み1年やな。もう2年なる。これが目的でな。亀山食堂さんのお好きなところってありますか？安いよな。いや、気楽やしな。他
かみさんもアットホームで、お料理どうですか？美味しい。ここは何でもうまい。これ見てるカツ丼って本当に食べやもんな。ホットなんで小麦粉だけつけてあげたらかしかずさん、そうね、極めしてくれるか。はい。どんってちゃうの？どんちと違う。それに。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。テレビじゃないで、まだまだテレビ。僕は写真どうなんやろ。よくお二人は来られるんですか？昔は毎日来とったね、お母さん。毎日いらっしゃったんですね。毎日。昔から来られたんですか？もう10年では聞かんな。認知症の人にそんな聞かんといてくれる？恥ずかしい。亀山食堂さんのなんかお好きなところってあるんですか？家庭的。気さく。そうなんです、私ら年寄りには一番いいね。おかみさんと大将もあんまり気取ってござらへんしね。60年も続けることができる。それはやっぱりお客さんとの信頼、アットホームなお店にしたい。いろんな年寄りの方が見えて、ここは老人ホームみたいだねって言われるぐらい憩いの場にしてほしいと言われる方見えます。久しぶりやね、おいちゃん何年ぶりに来てたのって言って、そういう会話まあまあ楽しいですね。北海道から九州までお客さんいらっしゃる、いろんなことをお話聞ける、それが一番楽しいですね。お待たせしました。親子丼は朝6時から開いてるよ。まあ夜勤の方とかさ、そういう。よく来られるんですか？いや、初めて。初めて来ない。同居人なの。私が。あ、そうなんですね。ここのお母さんと。あ、そうなんですね。一回行きたかった。しょっちゅうとっとんねえけどさ、いっぱい昼いっぱい車がおるやろ。もうそれぞれ何ぐらいよ。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ごめんごめん。いいって言ってたんだ。たけのこと鮭食べとく。これ何番さんやろ。これ会長さんこんだけでよろしいです。これ少しでいいと言われるで。これ半分でいい。マヨネーズいる？これさ、それだけやるやこうして。だけど顔見て、こんね。はい、亀山食堂です。来る前に確認の電話してもらった方がいいかもしれないですね。まだ出すわそれ。
いらっしゃいませ。お二人。はい、どうぞ。焼きまんじゅうのようなものだったそうですよ。800円のホルモン入りが900円。そやな、もう全部開けちゃって。はい、ミックス。豚とホルモンのミックスですね。ニンニクもちょっと入ってます。食べれるの？どんなもの？あ、3つ分揚げちゃうの。目玉焼き定食。絶対美味しい。お味が美味しいです。亀山食堂さんよく来られるんですか？初めて。初めてです。どういったきっかけで来ようってことですか？店が探しとって、あ、ここ美味しいって聞いとって、行こうかっつって。フラッチ。使わないそこ。これここにここ？はいはいはい。こっち？そう。ありがとうございます。すみませんです。どうぞよろしくありがとうございます。カレーの。ごめん、肉うどんとカレーライスの大盛り。これはカレーライス大盛り。大盛り9番さん。はい。肉うどんの肉うどんと小ご飯が9番。はい。小ご飯やな。はいはい。はい、いらっしゃいませ。どちらでもどうぞ。俺もこの記念付きの長ネからなかなかルート左の方に網戸の中にあります。もうなるわ。お母さんが出るね。ありがとうございました。お気をつけて。お味がいいですか？うまいっす。さっき何番か上がる？これ4番。 4番さん、はいはい、上上げといて。カニのに、はい。7番さん。あと豚肉と牛肉のみたいけど。湯が出てきたら混ぜてください。めっちゃ美味しそう。
その次豚肉と牛肉な。はい。また湯気が出てきたらかき混ぜてください。はい。野菜も食べや。食べるよ。はい。うなぎどこれですかね。これかな。お味いかがですか？まあ美味しいですね。初めて来ましたけど。初めて来られたんですね。はい。どちらから来られたんですか？奈良から。何県？まだ火ついてますね。はい。残ってますね。はい。これが豚肉で、ニンニクも入ってます。うどんが2缶も入ってるので。黒いやつなんやろ。牛肉。さあ気をつけて。はい、ありがとうございました。大根が後ろにあるで。はいはい。ミックスでね、牛と豚とホルモン。はい。お願いします。お願いします。お味いかがですか？これ、はいはいはい。これ、岩間さん、1500円。タケノコ取りに来た。じゃな。お味いかがですか？美味しいですよ。めちゃくちゃうまいですよ。よく来られるんですか？いや、僕20年ぶりぐらい。本当に。瓶ビール。帰ろうかなとは思ってるけど。6番さん。ちょっと待ってお兄さん。おばあちゃん。結構前から来られてるんですか？うん、もう地元やろね。ああ、そうなんですね。亀山食堂さんのお気に入りのところって何かありますか？やっぱりまあこういう系統いろいろあってして出してくれるとこはさ、こういう漬物からさ、サラダからさ。いつもタケノコをおろされてるんですか？そうそうそう。まあ聞いとれべがさっき。ちょっと小耳に挟みました。そうやん。あ、そうなんですね。いろいろお付き合いがあるんですよ。餅もおろしとるっていう。餅もこれ俺の記念付きの餅。これがもうめちゃくちゃ人気でね。どうも気をつけて。両方とも手がフラフラやが。また湯気が出てきたらかき混ぜてください。返済しすぎていた可能性が高いです。みんな戻ってくる可能性があるんです。なんかこう忘れられないお客様とか、年配の老夫婦のお客さんに息子さんからここのお店が美味しいよって紹介されてって言われて、最後にその涙を流されて美味しかったですって言われた時はやっぱり感動しましたね。
創業当時からほぼ変えてないので、同じ味を提供していきたいなと考えてます。母がいてっていう店なので、そこを大事にしながら新しいものを追求していけたらなと思ってます。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。高校生の頃からずっと食べてて、絶対味噌煮込みです。めちゃくちゃ美味しいです。よっしゃい、どうぞ。はい、じゃあ特。はい、じゃあいった。麺がもちもちして太いところが好きです。はい、じゃあミニの親子丼。でこれが前日から水につけておいて、後で火を入れて、だしを取ります。村味2種類とソーダガツオ、あごだしとしいたけの戻し汁を使います。中力粉と水です。小宮さん、創業はどのぐらいになるんですか？ちょうど50年。もうちょっとしてからこう掴んでみて、混ざって適度な硬さになったら OK です。でだんだんですがこう繊維状になってきます。こういう入り組んだ感じになって、これがコシの強さになってきます。でこれをですがこう踏んでより強くするっていう。でこれもさっきの言った繊維ですね。でこれが重なって強くなるっていう。うどんの場合は中力粉と塩水です。で塩水が、ここに作ってあるんですけど、冬が塩度が13ぐらい、夏が18ぐらい、その間で季節によって変えます。人間と一緒で夏はちょっとだれるんですよ、うどんが。で塩をきつめにする。雨の日は水分少なめっていうふうにその 2本でやってます。これも半分ですね。大体1日何人前ぐらいのうどんを打たれるんですか？平日で200ぐらいじゃないかな。土日だと250とか300とか。でさっきのこの繊維になったものがガチャッとなってクロスになって、でもう一回畳むんですけど、畳んでまたこうなってこうなって。でうちこれ2回なんですけど、他のところをもう一回やるところもあります。練ってすぐ団子状にはできないんですね、うどんの場合は。煮込みの場合は水なのでそんなに工場じゃないので、すぐ団子にすることができます。これを団子にしていきます。これがさっきの言った繊維です。これは空気抜く作業になります。上から押さえつけちゃうと硬くなるんですね。繊維をちょっとずらすんです。体重をかけつつちょっと前にこう、そうすると繊維がこうずれてって硬くはならない。でうちの場合は芯をちょっと硬くして表面を柔らかくしてる感じになります。煮込みが100人分ぐらい用意して、うどんが200人分ぐらいかな用意して、うどんの場合は前の日のものが、これは明日のもの。うどんの場合は1日寝かせて、で煮込みの場合は塩が入ってないので、なので煮込みはその日に作る。さっきの味噌煮込み分ぐらい買ったので、これをもう一回練ります。朝早くから大変だね。仕入れは
お父様が今非常に野菜関係が高いんですよ。それでできるだけ値打ちなところにいい商品を仕入れに行く、そういうふうにして期間は早いんだけどやりくりして。しいだけが戻しに飛ぶように。こちら味噌汁。これが丼。大体週末は1頭ぐらい、平日は8頭ぐらい。これは唐揚げですよね。これって荷揚げですね。荷揚げ。
土日祝日限定で天むすやってるんですけど、それの案です。必要ですね。これは、定食の、小鉢です。ありがとう。
どうぞ。木うどん天ころです。はい。はい、さいどうぞ。きなこもくです。はい。じゃあおにぎりが。チューライス。お待たせしました。2個目の定食です。はい、お待たせ。見て見てはい、失礼いたします。はい、お待たせしました。これが一口になります。はい、お待たせしました。麺の硬さがちょうどいい。そうね。こっちのきしめんも同じですね。余裕の。冷たいうどんの選べる。はい。です。はい。入り口から来て。ありがとうございます。天丼ですね。空うどん。うん。はい、ミーのカツです。お。
じゃあ一旦。すみません、ビーツ冷たいの。冷たいので。あ、時間かかっていい？はい。あ、カニにマグロ丼です。ごめんなさいね。大丈夫だそうです。はい、どうぞ。急い。はい。一番現代です。これ牛コロ。牛コロです。カレーのチキンライス。これ15です。はい、じゃあみぞれ。カレー。いいやつですから買って。人数がさ、いくつか巻きして硬い。美味しいです。まあちょうど混み始めたんで、混む前にこれってよかったです。今日神奈川から出張で来てて、ちょうどなんか調べたんです。そうですね、ネットで調べたら見つかったんで、せっかくなんで美味しいですね。はい、じゃあ B もいく。はい、じゃあ B いくよ。はい、じゃあカレーもいく。ありがとうございました。いきます。はい。さあ行こう。あ、こんにちは。
がみぞれになります。はい、エビになります。エビの台。はい、野菜どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ、徳です。はーい。はい、どうぞ。天ぷらうどん。ありがとうございます。お味いかがですか？じゃあ美味しいです。夏目屋さんの好きなところって何かありますか？何食べても美味しいとこと麺がもちもちして太いとこが好きです。はい、元気です。また多分それ食べに来ると思います。ごちそうさまでした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、はい、はい。はい、7番。はい。住谷さんよく来られるんですか？うん、結構頻繁に高校生の頃からずっと食べてて、はい。おすすめのメニューとかありますか？絶対味噌煮込みです。あとカツとじ、めちゃくちゃ美味しいです。店主さんが本当にいい人で、いつもなんか喋りかけてくれて、必ず挨拶してくれて、お値段も安いし、通いやすいです。で、終わりかな。はーい。じゃあ、中が1、ミニ丼が1。はい、じゃあミニの親子丼。で、さっき、はい、14です。あ、こっちの前だ。うん、後ろじゃない。どうも。はい、じゃあ、特。薬味なしで、こっちがツーライス。はい。お味いかがですか？めっちゃうまいっす。もう一個チーズ追加。はい、ません。さきです。一番です。はい。じゃあ、とろろとミニ親子一緒に行きます。
カレーで終了。じゃあカレーいった。あ、いいですかね。はい、じゃあこれでおしまいです。はい、ほい。はい。味噌が3種類です。白味噌と、八丁味噌と豆味噌で、あと入ってるのがみりんと醤油、それを合わせてから2週間ぐらい寝かせます。この樽なんだけど、それを何個か置いておいて 2週間繰り返していく。なんか薬味なんか、いくらかなんかもらってもいいですか。はい。朝のやつだよね。はーい。持って帰る。天ころ。はい。カツ丼です。この中にグルテンっていうさ
入ってるんですね。これを練ることによって全体に浮き上がって星が出てくるんですよ。綿棒で伸ばすときに広さが一定になるように同じ分量でやらないと、手打ちの場合にはね、これが大体2キロぐらいでねやると、こういうふうにね、右手でひねりながら時計の反対方向に回してね、こうして生地を鍛えていくんです。これを大体前日に2回ぐらいやっとくといいんです。へそが上の方まで穴が開いてると伸ばしてる時に薄くなって切れちゃう。でここでぐーっと押さえて形にして一晩置いといて、でそれを今度こういう平べったくして伸ばす。乾くと表面がどうしてもボロボロになるもんですから、風に当てないようにナイロンの袋に畳んで置いておく。大体これは何時間おきぐらいに？大体3時間からそのぐらいだね。やっぱり3時間ぐらい置くことによってグルテンがね上手に行き渡って美味しいんです。うどん、きしめん、煮込むっていうものは日本の伝統的な要素があって、大人でも子供でも来てもらえると、そういうところに一応私は着目してこれを始めた。一番我々の商売は家内が協力がないとね、飲食業はできないです。だから夫婦仲良くやることが前提ですね。住屋さんの店名の由来っていうのは、私はね五島列島の出身なんですよ。海が好きでね、私は生まれつき海で育った人間で、私は海が好きだと。名前が初で海を入れて屋号を作ったと。初海屋と言って初の海に家としてやったんです。自分の思いをしっかりね、自分の人生に乗るからそるからです。はい、じゃあいった。うちのはギャンギャンにコシが強いという、そういうのは全然求めてない。ふんわりもっちりとした感じで、そこになんかこう弾力を感じるようなところを目指します。あまりうまいって評判だったので一度来ようかって言って美味しいです。はいよー。はい、すだちねー、お待ち。レモネードカツカレーになります。はい。美味しいです。これすごいなと思ってやったら意外にでも早く得得できて、最初のうちはなんかこう波が綺麗に下までいかないんですよ。上の方で終わっちゃうんですよ。何年もやってるもんでこんな感じです。まあ見た目も綺麗ですし、まあ今はちょっと手ごねするところは少ないですけどね。どうだろうね。
ながらやっとると腰の痛みがほぐれるからよいしょ。よいしょ。創業は分かんないですけど、おそらくもう75年ぐらいじゃないかな。うちももともとそのまあ親父のお父さん、僕のおじいさんのおじさんからやってて、麺類食堂みたいな感じで焼きそばとかも昔やってたようなお店やったらしい。戦後ですぐやり始めたもので、75年ぐらいになるかな。ちょっとした店からやり始めて今に至ったんです。お父様おいくつなんですか？11月来ると76になります。すごいですね。結構重労働ですね。これ長年やっとるからさ、急にやれたってちょっとできないさ。あれしんどいよな。2年前までぐらいはお父さんも一緒にやってたけど大変やで。
柔らかい中にこうもちっとした感じ、それを追求してじゃあもう冷やしだけでやってます。よいしょ。シャッと。右がしんどい。私は何を使われてるんですか？室だしをメインで、つけずりでいぶした室とソーダが、花かつおの粉のやつなんですけど、これを仕上げに入れる感じです。後に入れる感じで、その4つのブレンドでうちはやってます。出しこしてから本当はこの返しとかお醤油とか出すんだけど、うちはなぜか昔からこの出し引く前から醤油入れてやるやり方してます。僕はうちでまだ仕事する前からずっとこのやり方してるもんで、でもこれまた出しこしてからやるとちょっと味が違うんですよ。だから何とも言えないんですけど、本当昔はもっと真っ黒なおつゆやったんですけど、もう少しちょっと上品にしたかったんですよ。だからといってうちっぽくなさすぎるのもあれなんで、その辺をいい塩梅に最近は整えて、10年ぐらいはこんな感じでやってますね。薄口と濃い口を時期によってちょっと比率を変えて、なるべく同じような感じになるようにしてるんです。もうどのくらい働かれてるんですか？バイトから含めると6年目になります。ベテランですね。いや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 、そんなちょっと100ぐらい少ないか。なかなか皮が硬くて剥きにくいです。いるって言っとって分けてもらおうって言っとって。おはよう。
甘めに。これはおうどんとかでね、ちょっと甘めのあんで、きつねうどんはこの大きさのまんまで。高いおうどんの方で。あ、そうですね。はい、お高々のね。はい。ホットうどんで2つで。親子丼セット2つ。はい。あんかけのミーとミニカツもいつもの自分で、親子煮込みと天重です。
します。カツ丼セットね。みんなもずっと6回ね、これ。ただいま、どうも。おじいさんね。うちのはギャンギャンにコシが強いという、そういうのは全然求めてない。ふんわりもっちりとした感じで、そこになんかこう弾力を感じるようなところを目指します。どうぞ。レモネードね。もし1回車で上がります。レモネードとストロベリーになります。ぜひぜひ。いいですよ。これ天ぷらですね。カツ丼ね。お水持ってかないかんし、ごめんね。はいよ。レモンでもいいけど。出てご飯ついてる。はいよー。エビオロちょっと出たよ。カツ丼セットクロスラン2つ、ロゼ1つです。
見えてね、ごめん。調子良くなってる。白だしですね。さっき朝取った室中心のブレンドのやつです。せーのぞお味いかがでしょうか。美味しいです。美味しいです。グレプター。何注文されたんですか。いりこ冷やかけきしめんの桃かしわ天トッピングで詰めだけで美味しい。天童セットこの後ね。お待たせしました。よう。
やれないなら今日着くださいはそうです。